皆さん、こんにちは。チェイサーを買って1年が経ちました。ここで、1年間の振り返りをしてみます。楽しい車に乗りたいな。小学校の頃から、常に、そう思っていました。グランツーリスモ、湾岸ミッドナイト、イニシャル D、ハイパワーターボ、ドリフト、楽しい車が欲しかった。しかし、楽しい車に乗れば、横に向けたくなるアクセルを踏まずにはいられない行動で、とんでもないことをやらかしてしまうんだろうなと、どこか思っていました。自分は仕事柄交通違反をするわけにはいかないので、5年ほど購入に踏み出せない期間がありました。しかし、会社の先輩がやらずにいたら後悔しても遅いよ。もしダメならダメだったでいいじゃん。と後押しされ、買うことに決めました。そして、中古車屋に行きました。頑丈で、安くて、楽しい車。特に、ドリフトの、できる車を、探していました。FR で、ハイパワーターボ。トヨタの 1JZ は頑丈で壊れないよ。そう先輩に言われ、探した結果、17クラウンアスリート V に目をつけました。静岡県のドリフトのイベントで有名な中古車屋にアスリート V があると情報を得たので見に行きました。アスリート V はかっこよかった。王冠のマークがハンドルのど真ん中にあるわけだから、王様になったみたい。いつかはクラウン。そこで店員さんがやってきたので、ドリフトをしてみたいので、アスリート V がいいのですがと言うと、店員さんが、初心者は100系の方がいいよ。アスリート V は、110系と同じで電スロだから、ドリフトは難しいから、と店員さんに言われました。その言葉から100系のマーク2を探すことに方向変換しました。ネットで探すと家の近所に専門店があることを知り、行ってみることにしました。マーク2。ツアラー V。これもかっこよかった。グリルの縦のエンブレム。セダンの渋さ。カクカクのライトも気に入りました。マーク2でいいかなと悩んでいると、ここで運命の出会いをするわけです。初代アリストをほっそりとしたような知性的な顔した。あいつと目が合いました。チェイサーツアラー V。一目惚れというか、なんというか、心を弓矢で貫かれました。気がついたら、愛車の MT-07 をぶっ飛ばして銀行に行き、気がついたらお金を振り込んでいました。納車の前日は興奮で眠れなかった。車屋へ行くと、初の自分のナンバーのついているチェイサーに会いました。年末の忘年会にチェイサーで行って先輩をびっくりさせてやろう。そう思っていました。必要な書類をもらい、無事納車を終えてから、車屋の隣のガソリンスタンドへ行きました。給油口はどっちか。給油口の開閉レバーはどこか。そもそもゲート式なので、バックギアに入らないなど、パニクりながらガソスタの店員さんに、はい億満タンでお願いします。と言いました。そこでガソスタの店員さんから、渋い車ですね。と言われ嬉しかったことを覚えています。
あとは、今まで軽自動車と大型バイクしか所有していなかったので、70リットル近く、廃屋が入ったことに衝撃を受けました。ガソリンも入ったことだし、帰ろうかな。そう思った時でした。突然チェイサーが、ありえないような振動をし始めました。なんだこれは。と思い、そのまま車屋の敷地内に入りました。そこでエンジンチェックランプがつき、エンジンが止まったのです。呆然としていると、車屋のお兄さんが、点検して直り次第再納車しますと言ってくれました。どうやらカムシャフトの異常だったみたいです。年が明けて1月中旬。ついに、念願の再納車を果たしました。初めて自分の家に置いてあるチェイサー。感動的でした。そして次の日、会社に乗っていきました。すると会社のほぼ全員が、絡んできてくれました。大体の、若い人の感想は、すげー。クレス高かったんだ。すげー。GTO の鬼塚。京都の車。などでした。4、50代の人の感想は、昔乗りたかったけど、高くて買えなかった。シングルターボ。警察24時。割と懐かしがってくれているようでした。業務終了後にボンネットを開けて、先輩たちに見せていると、足元のアスファルトにシミがついていることを指摘されました。何か漏れてる？家に帰ってみてみると、冷却水がほぼありませんでした。次の日ダメ元で車屋へ行きました。するとまた少し点検が必要ですと言われ、預けることにしました。初納車から1ヶ月の間、自分の元にあった時間がトータル3日ほどしかない。ネオクラシックカーの厳しさ。お金が続くかという不安。どこかワクワクする。そんな不思議な心持ちでした。どうやらウォーターポンプ、タイミングベルト類がダメだったようでした。そこから、1ヶ月ほど、鳴らし走行をしました。その間、通勤オンリーだったので、燃費は、リッター、4キロほどでした。壊れまくったのはやはり初期不良だったんだ。そう思い始めました。ある日、高速道路に乗りました。新東名高速。静岡県特有の120キロ区間。ワクワクしながらアクセルを踏み込みました。後ろ足で280馬力が路面を蹴る感覚。綺麗な6気筒の音。今まで体感したことのない 1JZ の進化を体感しました。ニヤニヤして走っていると、突然アクセルを踏んでも加速しなくなりました。タービンが壊れた。そう思い、修理工場で見てもらいました。その結果、タービンの配管が抜けていました。抜けないように補強してもらい、その後は調子よく走っていました。納車から半年後、ついに念願のサーキットへ行きました。全開にすると、タイヤから、枠煙が上がり、自分の腕ではコントロールできないような、暴れ馬になりました。ぶつけないように気をつけながら、アクセルを踏み続けました。そして、5分もしないうちにエンジンが、
動かなくなりました。初めてのレッカー。これはさすがに参りました。また修理工場へ駆け込みました。正直、1年間でこれほど壊れるとは思ってもいませんでした。今の車にはない魅力が満載で、レースゲームの100倍楽しく、常にニヤニヤして乗れる車。狂気と幸福が同時に襲ってくる車なのです。要するに、23年前の車なので、本当にいたわって乗らないといけない車なんだろうな。最後まで見ていただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。では、また。